もグラニュー糖じゃなくてきび糖を全部使っててコクが全然違うんですよね。まろやかになるっていうかきび糖を使った方が。うちは基本的に毎朝作ってます。使い切れるように頑張ってます。あ、助かります。以上ですね。はい、はい、ありがとうございます。のともゆきロールっていう名前が入ったロールケーキの生地です。
そのスポンジが厚めでクリームもたっぷり入れてるのが特徴になってます。牛乳塗ってるんです。牛乳なんです。卵じゃないんです。もう乗せるだけで全然味わいと食感が変わってくるので、キャラメル化する部分とそのまま残る部分とがあって、パキパキパリパリだったりザクザクだったりいろんな食感が楽しめる。綺麗だったね。練習してるより特に好きだから多分もともと。全国に放送されるからね。
張してるやろ。緊張してまごめん、もう余計なこと言った。す。いや、全然。お願いします。これしかない。あ、これしかない。みんながいろんな方がいらっしゃるので、ぶどうケーキ食べたい人向けに間にいちごとかフルーツ何も入れてなくて、チョコのクリームとスポンジのみで作ってる。完全に混ざりきる前で止めてます。絞り出すときにちょうど合わさるぐらいの。出来たてがもちろん美味しいものもありますし、時間が経った方がより美味しくなるものもありますけれども、風味に関してはやっぱり毎日作っていったものの方が絶対美味しいですよ。家内がお店担当でいろいろやってくれてるので。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。2人でやるお店だから関係した名前つけたいな。僕の友人の友と雪への雪を合わせて友雪という。冷静になって考えると結構恥ずかしい感じになってるんですけど、でもまあもう愛着が僕はだいぶあるので、友雪さんと呼ばれて「はい」って普通に振り向けるぐらいにはなりました。一般企業2時とか3時とかで帰ってもらわないといけなくなっちゃったらしくて、営業しながら整えていく。そんな中でもこうやって手にしていかないといけないですし、夢をうちら
こんな感じでやってる。さっきのとはまた別のロールケーキです。これいろんな種類のロールケーキ作ってるんで、それはそれで手間になっちゃってます。もう手作りを本当に大事にされてますね。そうですね、やっぱりせっかくお店持ったんだからなるべく手作りでこだわりたい。これはクレープオプリン、プリンアラモードですよね。要はフルーツも結構うちは結構使うので、本当見た目重視です。これラズベリーのソースです。昔はなかなかこのタルトの仕上げを任せてもらえなくて、これができるようになるとなんか認められたなみたいなのが僕の中であって、やっぱ嬉しかったですね、これやらせてもらえた時は。できます。タイマーは動いてる？誰か動かしてる？最初カフェやりたかったんですよね。カフェに出すものはなんか自分で作れないとしょうがないよなと思ってお菓子の専門学校に通い始めたっていうのが始まりです。やってるうちにケーキ作ってお客さんにいらっしゃいませしている方が楽しくなっちゃったんです。ありがとうって喜んでくれる仕事なので、自分がやってることで喜んでくれることが嬉しかったですね。記念日とかにやっぱり来る人が圧倒的に多かったりするので、そういった記念日に携われる、で喜んでもらえる、自分が作ったものが記憶にちょっとでも残る
可能性があるってことはやっぱりやりがいだし嬉しいなって思うし、みんなにも言ってはいるんですけれども、そういったことに喜びを感じれるようにで、そういうことを忘れないようにしないといけないよっていうのがあります。美味しいと思ってもらえるからいつもドキドキしてます常に。生地に関しては美味しい卵を使うので、卵のうまみを味わってほしいのでバターとか使わずにこういった米油とそういうところで工夫しています。30枚持ってきてもらっていいですか？すいません、あと20枚しかない。菓子工房友之の柳沢です。当店では皆様の日常にほんの少し笑顔あふれるようお手伝いができるよう毎日美味しいケーキたちと一緒に皆様のご来店お待ちしております。ぜひぜひ皆様遊びに来てください。待ってます。美味しいですか。よかったです。すいません。ありがとうございます。こいでしょありがとうございます。こちらバターですね。普通に無塩のバターです。市販でも売ってるようなやつですけれど、まあ、単純にバターはやっぱり美味しいです。よいしょ。とりあえず200食分くらいですね。
存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど、そう単純にねお子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。4年目に入ったんですよ。で今はちょうど25になりまして、ちょうど始める時の20代くらいの時にもっといったお菓子屋さんのところで就職するか、まあ自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくならまあ若いうちにねやれることはやろうみたいな感覚で、まあ、いつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは、まあ自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかね。ラズベリーを、まあ、ペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。そう基本的にうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよ。イベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともまあまああるんですね。差別化じゃないですけど、生クリームなしでやってます大体。これがもうちょっと冷えると固まってきて、でワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるので。これ何ですか？グルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね。失礼します。クリームを10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので、こういった感じでいつもお片付けは全部終わってからなんですか？終わってからもうこれ全部重ねちゃって持ってっちゃう感じです。これが全粒粉ですね。小麦粉の半分くらい入れてます。乳糖ですね。はい、全部言ってったらもうレシピ公開ですね。確かにまずいところちゃんと言ってください。まあなんとかするんで今の何ですか？これが消しの実ですね。消しの実です。消しの実？あんパンとかの上に乗ってるつぶつぶというと分かりますかね。はい。そうあれです。あれごまじゃないんですね。そうあれごまじゃないんですよ。でこれでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わりますね。ベースは一緒なんですけど結構ね風味というか雰囲気が変わりますね。食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。どういう風に決めるんですか？まあ在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。大体飽き性なので同じもの作ってると飽きるんですよ。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。倍とまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね。
事じゃない時の自由時間がないことですかね。もう帰ったらそのまま仕込みがあるので、実質的な仕事が営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか食材しまったりして、でそこから仕込みってなるんで、搬入が9時とかで終わりが8時とかの現場も全然いっぱいあるんで、これ冷やしといて、で次の営業の時に持ってけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。だんだんと声を荒げていってしまうから。まあ、猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね集まってきてくれるんですよ。あ、おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれましたまた。早いですわ。これでいかがでしょう。いきますよ。今日いい天気ですね。そうですね。割と涼しいですし、人も出そうな感じで。行く時ってなんかこう考えてたりとかってするんですか？あんまり考えてないですね。どちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながら、ただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。あ、おはようございます。どうも。これで中がついたはずです。ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映があります。ぜひともお越しください。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。はい、置いといて。ああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。帰りって言ってるけど帰りまでやってるといいな。お子さんも大体いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある。平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。すみません、ごめんなさい。
お願いします。すいません、お手数おかけします。海外製なのもあって、物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね。生地焼くのでだいぶ匂いが出るので、生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので、2つだけ最初なんで試し焼きです。でこれで完成の状態ですね。電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、すみません、失礼いたします。はい、ごめんね、お待たせしました。ごめんね、はい、ありがとうございます。ありがとうね。最初は4種類とか5種類くらいしか作ってなかったので、スイートポテト系とかそういうお芋系のが食べたいっていうので、これも作りましたし、お客様の声を聞いた挙句、いつの間にか10種類とかも日常的にあるようになって作る量が増えてますね。メープルバター1つ。はい、メープルは2つで。電子レンジとかトースターで温めていただいても美味しくいただけますので、このままでも全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。プレーンとチョコレート。はい、プレーンとチョコレートでお持ち帰り用で大丈夫ですか？はい。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。
雪だるまのですね。よいしょ、お持ち帰り用もできますけど、すぐ食べますか？こんにちは。はい、お待たせいたしました。お子さんの美味しいが一番ね、なんか素直に聞こえて嬉しいですね。それもあっても値上げできないですね。はい、いちごです。初めてですか？初めてです。匂いにつられてとかね、ですか？今日おやつにしようかなって。はい、ありがとうございます。じゃあ1つ300円ですね。で、あと1分かかんないくらいでできるので少々お待ちください。お待たせしました。ごめんなさい。ありがとう。お待たせいたしました。クリスマスベリーください。はい。インスタ見てね、絶対このクリスマスベリーにしようと思ってた。初めてです。いあ本当ですか？つも狙ってて、ダメだったんですよ。だから今日は絶対と思って。そのまま失礼いたします。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。濃いでしょう。ありがとうございます。美味しいね。美味しいですか？よかったです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。心に甘い虹がかかりますようにっていうね、レインボーっていうね名前をつけました。インスタでバーって見てた時にここが出てきて、何このでっかいクレープって思ってお腹いっぱいです。満腹です。レインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね。これは嫁の知り合いの画家さんと一緒に自分らで描きました。はい、お願いします。
してください。はい。じゃあやりますね。本当は泡立て器ね、これやったらちょっとしんどいですけどね。いつもこれでやってます。はい。慣れましたか、こうやって取られるの。最初はなんかすごい緊張して焼いたりとかするときなんか手プルプルそう手プルプルとかします。主人はね慣れてるんですよね、テレビ慣れっていうか。あ、そうなんですか。向こうだんじりで芸人さんがねよう着るんですよ。私はもう言われるがままにねそのまま喋ってるんですけど、主人はねうまいんですよ。私はやっぱ緊張します。一応こんな感じです。はい、これでできました。バナナすごい使うね。7色のおかちゃいまりは8本はいるよね。高いですけど、うちはいちごの時期が終わってもずっといちごを使ってます。夏は農家さんに直接送ってもらってるんで、はい。はい、これでいちご。これね、いつもバイトの子が書いてくれるんですけどね、よその地方やったらここに何々県からご来店いただきって書くんですよ。はい、これが結構持って帰る方多いですね。じゃあもうこんだけやっぱいけるけど、7と1号お願いします。すごいですね、高さ。はい、7色なんで4段になるんですよ。お客さんが食べた時にそこも詰まってるようにね。シェア食べが多いんですけど、真ん中に4段入ってるっていう。一番大変なところなんで。はい。めっちゃ重そうですね。はい、結構重たいです。
ここからまたのしていくの。ホイップでね、一回全部隠すんですよ。これちょっとね、その上からやっていくんで。嫁の試食を食べてる最中にさすがに朝昼晩と食べてたんで甘いのしんどくなってきたんでソースを変えてみようという実体験から一番合ったのが練乳でした甘いに甘いが一番合いました。僕は練乳が一番おすすめですもともとはここ祭りの部屋です。祭りのシーズンが終わってから全部カーテンで商品隠して部屋にさせたんですよ。スタッフでみんな読むんですよ。今日こういう風に書いてくれてるねとかね、すごい楽しく読ませていただいてるんで。これは抹茶のケーキ。これは目になるとこで。お願いします。2つのクレープです。はい、どうぞ。
私は今主人の名前書きました。もし告白する際はここにこうやってね、メガ盛りこもうちょっと髪が綺麗にしますね。ちょっと今回急遽。ハッピーバレンタイン。普通のサイズでも他のとこはねこれだけになってるけど、うちはこっからまだ乗せるんで。最初で聞いた時に来てインスタとか見てたらなんか大阪のグレープ特集とかでここなってて、わすごいと思って、すごい人気になってると思って自分の見たところがすごいと思って3人は初めてで、この人だけあ、そうなんですね。2ヶ月連続で。あ、2ヶ月連続で。はい名古屋からすごい。じゃあ食べれる自信全然ある。あ、じゃあこっちから取ろう。できました。後で生地1枚ください。大変お待たせしました。終わりになります。どうぞ。全然楽勝っすよ、こんなもん。楽の勝っすよ。うまいっすよね。デラウメーガーなんでこんな名古屋弁出すね。いやいや、言わんといてよ。緊張する。楽しい。はい。12番です。12番ね。大きいね。あ、もうしよう。はいはいはい取って。前一回来たんですけど、時間営業前だったんかな。あ、そうなんですね。平日に来て。じゃあ今日リベンジですね。最高です。最高ですね。クリーム好きにはたまらんす。はい。ちゃおう。
でした。お待たせしました。すげえ。どうぞ。ありがとうございます。すげえ来ましたね。めっちゃ重いっす。無限に生クリームが出てくる。スプーンですくってもすくっても見える先で生クリームなんよ。素晴らしい。すごいな。すごいね。やったぜ。お腹の具合はどうですか？お腹いっぱいです。はい、満腹です。まあまあです。ありがとうございます。めっちゃおしゃれミニコーヒー。おしゃれ。寒いし温まるわ。インスタでバーって見てた時にここが出てきて、何このでっかいクレープって思って。インパクトすごいですよね。そうやのにそれを頼まずに普通のを頼むって。クレープを見て幸せな気持ちになっていただけたらなっていう心に甘い虹がかかりますようにっていうね、レインボーっていうね名前をつけました。結婚したと同時にこのレインボーができました。はい。隣は僕が一応やってまして、横は嫁なんですけど、横の時は僕は従業員として買い出しからいろいろ外の用事までやっております。幅広く。反対にその主人がだんじりの忙しい時は私がだんじりの方をねお手伝いさせていただいて、レインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。3種類あるか。人に言っといてね。自分が一番ガチガチに。よいしょ。はい。どうする？これ半分になる。どうここです。なんだよね。いいかもね。1時まで。結構力いりますよね。何回も繰り返して結構クリームね。
人に言っといてね自分が一番ガチガチにやってるこんなじゃないよね。珍しいね。ナミさんこれで今発酵させてる。そうですね。加湿と一緒にこう温度上げていってこうさせる感じですね。皆さんすごい仲とてもよろしいですよね。午前中午後は発酵が終わり次第もうずーっとこねて発酵させて揚げて出すっていうのをずーっと繰り返して回してます。夜の10時とか9時ぐらいまでずっと揚げ続けるんですけど、最低1200ぐらい。1200？こ
3種類あるからさ。大きさも結構自由にできるんで、3センチ四方からもう20センチ直径ぐらいとかまで全部対応ができます。個人の方でもこういうの作ってくださいって言われたら作る？そうですね、多いですね。子供の誕生日に子供が電車が好きだから電車のチョコレート作れるとか、大丈夫ですよみたいなで結構作る。あっちの骨の方もすごい静かだね。もともと全然違う仕事をしてたんですけど、あるタイミングでドーナツ
の、製造とかそういうのに携わる形になって楽しそうだなと思って美味しいとか可愛いとかっていうドーナツを作ってちっちゃい子とか大人の方に喜んでもらえたらなと思って始めました。ドーナツみんな手作りしてるのでみんなが楽しく手伝って前向きにやってくれないと成り立たないので、そこは雰囲気作りは気をつけて、いやいやじゃなくて楽しくてみんな美味しいドーナツ作ろうっていう気持ちを込めて作ってもらうような、職場作りは心がけてます。ドーナツの一応キャンパスと見て、それで可愛い季節の、クリスマスとかバレンタインデーとか、子供の日だったら鯉のぼりのチョコレートブレンドつけて5月5日だけに出すとか、そういうの他にない可愛くて美味しいやつを作っていきたいと思ってます。母の日だけとか父の日だけとか、そういうのはやってます。そういうのってインスタとか見れば載ってたりする？見れます。はい、インスタで載っかってるので、今日だけ販売ですみたいなのをやってます。季節ごとにいろいろなオリジナルドーナツ作ってますので、ぜひ遊びに来てください。この桃を剥く前にこいつはうまいかどうかが分からんとあかんねん。で今こうやって持ったやん、もううまいねん。これパニグユーって入れてここにのせると。この隠れカスタードクリームがちょっといいやん。実はこの中にちょっとだけカスタード入ってるやんっていうスイーツで本物のスイーツめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいいつもこうなくなったら作るなくなったら作るってやってて、昨日の夜作ったやつは賞味期限としたら今日の午前中までいけるということでこんだけで、今から作るやつは次夕方までには売れるやつを作ります。1個しかいかへんかったらさ、ここのやり方だけがそうで本当はどうなんやろうっていうのが分かれへんのが嫌で、2年に1個ずつぐらいケーキ屋さん変えとったんよ。でそのケーキ屋さんのところは盗んであかんところは絶対真似せんとこみたいな。で一番のあかんところで言うと、結構どのケーキ屋さんもやんねんけど、3日目でも出すっていう。あれ何と思って俺、じゃあ朝一来てくれたお客さんに3日目のケーキ出すってお寿司と一緒で鮮度命なんよ本当は。だから3日前の握った寿司出してるみたいな、それだけは真似せんとこみたいなのとか。普通のケーキ屋さんやったらこれ多分行3目に出すんやけど、出たらまた出して鮮度命作戦ですから4つだけ出します。これと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 これがこう売れて、で何時ぐらいになったらちょっと参戦っつって、でそのために俺あっこに閉店は心折れるまでって書いてある。なんせなくなったら終了にしたいやんか。うちの生クリーム美味しいって言われんねんけど、これなんでか理由がある。これなハーゲンダッツのさアイスクリームあるやん、この会社の生クリームやねん。これ高いから俺が行った今までのケーキ屋さんではこれ使ってるとこないん。たまに言われんねん、ここ生クリームがちゃうよね、気づきましたかみたいな会話なんです。でこれをもう4つだけじゃあ出します、なくなったらすぐまた出しますの作戦で。ほんまはさむちゃくちゃ走り回ってやってるんです。バタバタバタめっちゃ速いから俺。
じゃあいきますか。はい。メインをこの今食べ時かどうかを実はこれもう目利きするねん。たまに桃買って食べたら美味しない時ない。でうわ失敗したとかあるやん。桃が美味しないだけであこのケーキは美味しなくなったなとか言われる可能性あるやん。だからこの桃を剥く前にこいつはうまいかどうかが分からんとあかんねん。で今こうやって持ったやん。もううまいねんこれ。これが分かってしまうならもう何千個何万個と剥いてると後ろを見てあげなあかんっていう。見るしちょっとだけこうやって触ん。嘘やと思うよ。嘘やで。今言ってんのほとんど嘘やで。聞こえるやん。ほんまですよね。どっちですか。ほんまほんま。これはこの種のところをこういくのまず。ほらこのなんちゅうのこうやってる時にさこう滴り落ちるやん。桃汁みたいな。この桃汁がこう滴り落ちるやつはちょうど今食べたら美味しいよっていう印やねんけど。種だけ抜く。この捨てるとこ少なくいく作戦でいくなら今の売れすぎてるやつはちょっと丸ごと桃ではちょっと無理やけどショートケーキの中やったらいけるとか。冷やすための氷水をここで作っとくと。本来は全部きれいに6個ともいけたらいいよかったんやけどもうすでにあかんのが2つ確定しているっていう。でもそれでもなおこの桃は剥いとかんと。でここに桃によってはやけど、まあ、10秒ぐらいでいけるじゃあ10秒ぐらいでいけるんだけど今さっきのくり抜いた感覚で言ったらちょっともうちょっと。混ぜ混ぜします。これさっきのいけてない死んでる桃ですね。使えるとこだけ使いましょうの。こいつも死んでるね。もう死んでる桃をほら皮の剥け方がちゃう。ちゃんと取れへん。このアセロラ水おもろいことにこっから色が1日変わりませんっていう。この4つは丸ごとができそうですね。使えそうな部分だけを使います。ショートケーキの中に入ったりとかならいけるかみたいな。ちょっと待っといてんか言うてこっちで今6個剥いたからあと5回転するぐらいちゃう1日で。これをこの中にグユーって入れてここにのせると。じゃあまあせっかくなんでど真ん中置いたのかい。これがうちのメインじゃっていうところに置くわ。よいしょ。だからお母さんが死んでもうた情けない情けないって泣き出したんよ。だから店するからおとんはその店手伝ってくれへんかっていう生きる意味みたいなのを持たして、それでやっと笑顔が戻るっていう。おとん買ってきたもんもちょうどええわとか言うて、なんかおとんもにししって笑うっていう。
どう並べたらうまそうかみたいなのを考えてやってみるみたいな。ちゃんと向かれへんかった桃もこうされると吸ったもんじゃねえなみたいな。うちのお兄ちゃんもパティシエで俺もパティシエでそんな学校行かしてもらって、でおかん死ぬ前にどっちかの店できたらこの絵飾ってほしいねんって言ってて、で兄ちゃんに「じゃあ兄ちゃん店やるか?」っていう話になったら「そやな」とか言いながらせえへんから「な俺するで」言って、まあ、おかんが喜ぶというよりもそれをやるとおとんが喜ぶのよ、仕組みとしたら。お母さんが熱望しとったことを息子がやってくれたということでおとんが喜ぶ。おかんに親孝行できへんかった分おとんに一応しとこうかと思って、おとんが死ぬまでは店やろうかなと思ってんけど。この使えそうになかった桃まで使えちゃうという。
ミルフィーユ食べたことあります？ないです。ないですか。さっきちょっと食べたらめっちゃうまかったです。本当ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この隠れカスタードクリームがちょっと嫌。実はこの中にちょっとだけカスタード入ってるやんっていう。いいね。いいもの買うてきたね、お父さん。ケーキ屋さんに渡す言うて来たんです言うから、いやほんな飾っとくわいで、うちのおかんの絵よりもこっちの方が大切やとか言ってそっちに貼って。桃のタルト一つと、カットの方。あ、カットの方。ははいい。で、ミルフィーユ一つ。はい。いや、この店選んでんのがもう間違ってるって可能性。本物のスイーツで。本物のスイーツめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。はい。すいません。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとずつ作ってこの作戦の方がまだ鮮度を保てるでホールのケーキも言われたらすぐその時作んねん俺それがいっちゃうまいから美味しかったら他のもうまいんじゃないかと思ってしまうここやからうまいなかなかなりにくいでもまあ意外とその最初の敷居が低いからうちは美味しいと勘違いする人は多い勘違い。まあ勘違いやろ美味しいなんて世の中のどうも。いい感じです。おかしなくて。下までます。暑いですか？暑いです。ちょっとだけアクセントで入れる
レモンの自家製ジャムなんですけど、グラニューです。ちょっと製菓用の線にかけます。バターが溶けて全体が一つになるように。何度ぐらいになったら OK なんですか82度をお願いします。なりました。こっちでまずメレンゲを立てて、シロップを今作っています。こういう感じにとんがらせます。これはそれぐらいの粘度のあるシロップを混ぜたから
ねいい香り。可愛い子たちって感じですね。いや本当に可愛いです。可愛いですよね。そうなんです。これは今作ってるのはアールグレーの茶葉がたっぷりのフィナンシェです。このフィナンシェの生地の特徴は発酵バターを使うことですかね。焼き上がりの香りが全然違ってきます。30g ずつ入れていくんですけど、調子がいい時と悪い時といっぺんに入れる時とバチって入る時と気が散ってるとダメです。です。可愛い子たちなんですね。フィナンシェの形って本当は金の延べ棒の型が四角い。そう、この形がすごい気に入ってて。毛って落葉樹。発酵バターです。でさっき冷やしておいたバターです。これを
に固まったびっくりしましたそうですね。可愛い塊になったら出来上がりです。でこれで、1時間ぐらいは寝かせます。パートシュクレです。牛乳が100。タルトの下に入っているカスタードのムースです。アーモンドクリームを入れます。カスタードクリームを多めにしたいので、こちらの土台はあんまりたくさんにしない、ジューシーに仕上げようと思います。黙々と作ってるのが今は楽しいですね。うまくやれるかな。
でそろそろ食べます。ちょっと冷ましますね。接触。あとはね、なんか完成です。ありがとうございます。これあげるから持って帰って。どうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたいな。私もまあみんな美味しいけど今日はこれを求めて。そうです。一回温めて茶葉の粉っぽさをなくしてからマスカルポーネチーズと合わせるようにしてます。いい匂いですね。いいお茶を使ってるんです。近くのお茶屋さんのお茶使ってるので。
はありますよね。お芋のペーストとお砂糖を今
買いに来られたことはあるんですか？あ、何回か姉が来るって言うから珍しいから食べさそうかなと思ってお茶受けにもいいしね。いつも主人とね、ほらいろんな種類あるから半分こしてね食べて一番好きな味とかありますか？ああ、ほうじ茶とか紅茶とか、まあみんな美味しいけど。他は全部あんこが入ってますね。で、生クリームあんこにします。買いに来るの初めてですか？そうなんですよ。今日はこれを求めて。そうです。めっちゃ可愛い。美味しそうほんで。もちもちで。なあもちもち楽しみ。すごいいい匂いやし。僕は本業でデザイン事務所を知ってるので、地元のデザインとかを結構してるんで、どうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたい。どら焼きって言ったら、99% ぐらいみんな赤ん坊以外は知ってるみたいにね、どういうものが想像できるから、なおかつそこにクリームとか挟んで和洋折衷というか、なんか若い人にも届けられるなっていうところで、地元のお土産にしたかったのでザビエルをキャラクターにして、近くにザビエル公園というのがあって、実際ザビエルが堺にやってきたっていうのがあるので、地元を語るっていうところでなんかお土産になるかなと。ありがとうございます。行ってきます。はい、こんな感じになります。いただきます。ありがとうございます。スイッチオン。これはね、国産栗で、今使ってるのは熊本の栗です。国産栗なんだけども、その時の一番いい状態で提供できるものを選んで作ってます。で、これにちょっとお水を足して柔らかくします。こんな感じになりますね。これを絞りやすいようにグラムを分けていきます。モンブランマシンで絞った時にここに空気が入っていると、その空気でうまく絞れないので、成形をしながら中の空気をしっかり抜いてきます。小さいお団子の人のようにこれが和栗のモンブランの元になります。こちらは宇治抹茶のあんこです。よいしょと。これがさっきの栗のお水の代わりに少し絹糸クリームを柔らかくしてくれる効果があって、上手に絞れるんですよ。混ざった感じになってきました。
抹茶の苦みと栗の奥深い甘みが合わさって最高に美味しいです。でここでまたさっきと同じようにお団子を作っていきます。いつもは一発でできるのにちょっと緊張して全然感じてなかった。はい、贅沢抹茶が出来上がりました。じゃあこれで抹茶がおしまいです。これだけではモンブランを絞るほどの柔らかさとかがないので、ここに紫芋のあんこを追加していきます。すいません。ちょっと柔らかいんでこれが紫芋でございます。いい色。はい、栗のトッピングもね。これは柔らかいのでちょっと小さく切って、うちの干し芋は紅はるか、めちゃくちゃ美味しい。こうガムシロの中にツヤが出るのとちょっとくっついちゃうんで、こう今日は干し芋は食べれませんっていうぐらい食べたね、毎日ね紫芋も栗もだけど、もう最初に作る時は何日もかけて探したね。これがですね、白あんの大福です。よくお団子っていうと白玉団子と思われる方がいるんですけど、中に白あんが入っていて全然白玉団子よりも柔らかくて美味しいんですよ。これがうちのお団子の中身です。自動販売機で販売をするので、下にホイップをたっぷり入れないと剥がれちゃうといけないんで、結構ちょっと多めに入れてあります。こんな感じで4つ入れます。ここで作るか。あー、香りが速攻でくる。そうなんですよ。もう絞ると栗の匂いが溢れてくる感じで。こちらが一品紫芋ですね。じゃあ最後に抹茶を作ります。はい、こちらが贅沢抹茶です。はい。はい。蓋をして出してます。
大体30分ぐらいすると送れるようになります。はい。じゃあ次はモンブランアイスを作っていきます。細かいやつですそう崩れた。そう、今までは正直破棄してたんですけど、冷凍のアイスを作ることによって、大事に使えるようになったという。そうするとこうアイスと絹糸クリームが3層になって、どこを食べても美味しく召し上がっていただける。中に栗が入ってたら嬉しいとか、そういう言葉をいただいて、じゃあ3層にしようっていうことで、これもやっぱりお客様に教えていただいて出来上がった完成形です。ここにこのソフトクリームには秘密があって、あえてあっさりしたものを選んでて、その分他のこう紫芋とか栗の味がよくわかるんですね。毎日作ってますけど、毎日美味しそうだなと思って結構工程がたくさんあって大変なんですけど、でもやっぱり皆さんがこう美味しく食べてくれるということを考えながら一個ずつ作っていきます。はい。ソースプレートに入れて、これで30分で完成です。アミューズとして参入したい。今日も最後までよろしく。裏
えて、じゃあ看板積みに行きます。じゃあ今日はですね、いつもはこのゆうちゃんとはるちゃんのイラストを前に出すんですけども、今日はここを人がいっぱい通るのでこの作戦でいきます。よくない？いいと思います。いいでしょう。出来たてが一番美味しいんですけど、やっぱりお家にいる家族の人に食べさせてあげたいとか、ちょっと今お腹がいっぱいで食べれないっていう時にお持ち帰りも準備してあるので、サンプルでございます。そしてなんとこれは中身はこんな感じになってますって教えてあげれるように。うちのモンブランって説明しないとわからないでしょ。たこ焼きとか焼きそばとかクレープとかは別に説明しなくてもお客さんはわかるんだけど、うちのモンブランは説明しないとわからない商品だからこそ、わからないところをわかりやすくするように日々努力をしております皆さん話してる。エンジンかけます。今日お客さんがこっちなの。ああ。じゃあ行ってきますこれでいいかい最高です。真ん中は中が白あんの大福のお団子になってるんですよ。これ食べたいと思って。嬉しい。広告がポストに入ったんですよ。それで見た時にモンブランがあって、どうしても食べたいなと思って来ましたこちらが高級和牛のひねくモンブランサンドです。じゃあこちらトッピングして仕上げますね。ありがとうございました。ありがとうございます。えいよかったら出店してよ。可愛いし
ますか？お持ち帰りされますか？はい、こんな感じになります。お気をつけてお待ちください。ありがとうございます。お持ち帰り。はい。岩倉にあるじゃないですか。泊まってるのは知ってて、でもやってるのかな、どうなんだろうってずーっと気にはなっててね、一回食べてみたいなと思ってて、念願。白あんの大福のお団子があって、レギュラーサイズは中身こんな感じでお団子が4つ入ってます。こちらが高級和栗のキヌイとモンブランのミニ団子になります。トッピングして仕上げますね。はい、大変お待たせしました。どうぞ。はい、皆さんの分のスプーンもお持ちくださいね。ありがとうございます。じゃあこれちょっと飲んでみてください。これだなこうだな。あそこの前をずっと通ってて、ずっと気になってた。やっと来れました。こんな感じですね。すごい。はい、こんな感じになります。いただきます。私の子供の名前がゆうちゃんとはるちゃんで、孫ですわ、私の親子なんで、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆうたはるです。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。通常は小麦粉なんですけど、グルテンフリー食品を、全部が全部ではないんですけど、そういったものをちょっと使っていきたくて、なので特にこのメインのものは米粉で安心安全の食材ですけど、そこはこだわってますかね。色がついているものはクレームブリュレのような感じの香ばしさ、薄っぽいこういったものはクリーミーな感じに、それでお客様に聞いて、どちらの方がお好みですかっていうので。結
結構こうプルンプルンしてるんですよね。冷やすとチーズが入っているんで締まります。ケーキとかってやっぱりお母さんとかが自分の息子にあこれが好きだったよなとか自分の旦那が自分の奥さんがこれ好きだったよなっていうその相手のことを考えながら注文しそのご予約してくれる時が一番僕は好きですね。あなんかいいなって思います。入れちゃいます。お客さんでこのお店に来た時にオープンしたての頃でスタッフの方誰も雇ってなくて斉藤さんがもう1人で作って1人で販売をしてもうすごい忙しそうにされてたんですけど忙しそうにしてる中でももうすごい笑顔が絶やさずにとても素敵に接客してくれたので雰囲気とっても素敵だなと思ってたら求人の募集がかかってもう迷わずに応募しました。
実際に中に入ってみても、すごいいい人だなと思って、もうとても働きやすく手伝いさせていただいてます。煮詰めて、一期一会です。しっかりやる。今洋菓子やってますけど、洋菓子好きじゃないんですよ。食べることが好きじゃなくて作ることが好きなんですよ。で作って喜ばれることが好きで、一番初めはフレンチでそこでデザートをやらせてもらってる時に自分が作ったものを喜んでもらえたんで、それがすごいそうですね癖になって、じゃあ極めようと思って。ケーキが好きな人何が食べたいかって聞いて食べたいもの、そうですね。あとお客様常連さんの食べたいものをちょっと聞いて、でそれを作ろうかなっていう気にしてます。
土佐分担ですね入ってます。じゃあ親戚の分担畑、ここで採れた分担を現地でそれをジャム状にしてくれて、でそれを使ってます。まだグラニュートが溶けてない。おしまい。はい。そしたらじゃあ次。
結構月に何回か買わせていただいてます。バスクチーズケーキと子供がショートケーキが好きなので何度か買わせていただいてます。新商品なんですけど、ガトーショコラ。はい。もしよかったら。ありがとうございます。逆に。ありがとうございます。バイバイ。はい、本日中にお召し上がりください。めっちゃ可愛いですね。全員入れしたらいいですね。はい。ごめん。ごめん。なるほど。断然早い。はい。もう全入れで。はい。入れます。もうとにかく優しい。もうスタッフにもお客さんに対してもこう喜んでもらいたいっていうもう全体からそれが溢れていて、美味しいケーキを作るっていうのもそうなんですけど、人と人とを大切にしているっていうのを感じますね。茶目っ気ある中で、実際にやっぱ仕事に関してはストイックで真面目なので、こう指導するところは内容まで細かく教えてくれるんですよね。最高の職場と思ってます。職場環境って結構大事じゃないですか。まずここで働いてる子たちがいいなって思ってくれるところじゃないと多分接客にも出るんで、絶対にまずお客様もそうなんですけど、従業員がいいなって思ってくれる環境、お客様にも伝わるんで、多分自然とお客様もいいなって思ってくれると思ってるんですよ。お客様の反応が結構僕は好きですね。美味しそうっていう嬉しそうな顔を見るのが好きなんで、だから僕は作るのが好きです。美味しいお菓子を作って待ってます。いつでも遊びに来てください。お待ちしてます。絶対嘘です。あ、嘘です。線の上にクッキーの生地を乗せて焼き上げて、カリカリの食感を出すためにこれを塗ってます。お水液につけていくことでギュッと浮き上がらしてスーってパカッて割れるのが美味しく見えるんですけども、割れやすくするために水を振ります。ごちそうさまでいただきます。焼き色と火の当たりを均一にするために前後と左右を入れたりします。お尻からクリームを入れるんで今穴を開けてます。
たりちょっと勢いよく絞りすぎるとパッて割れてしまうので、優しくゆっくりと。だからショートケーキのサンドをやっていきます。これはこれでもいい。スポンジにシロップを打つ方がいるんですけど、うちはもう打たずにそのまんま使ってます。今日はいちごのホールケーキは何個分作るんですか？今日はホールが15台ですね。30から50台ぐらいは土日は作りますね。ショートケーキが本当一番人気なので、誕生日ケーキよく売ってます。クリスマスは5000台ぐらい作るんで、1台1分ぐらいでできます。それが1台2分とかかかっちゃうと、それだけでもう時間が倍かかっちゃう。それが早く。っていうのがフランス語で輪っかっていう意味なので、こうをつなげてこう輪っかにして、お菓子を通じて地域にこう輪を広げていきたいっていう思いで創業したお店なので。
ニューとかはどなたが考えるんですか？メニューは基本僕が考えるんですけど、ものがあったりとかしたら誰でも作って OK な店です。で一緒に試作をして美味しいのができればお店に並ぶっていう感じですね。生クリームとスポンジの配合にこだわってるんですけど、見た時に一緒になってつけるように設計して、生クリームを独自でブレンドして、あとはスポンジも普通に冷蔵庫に入れると硬くなるんですけど、硬くならないような特別な配合で作ってます。いちごもその時一番美味しいいちごをフルーツ屋さんが仕入れてきてくれるので、それを使って。キウイがね、前から来ないとダメで、前は一番おすすめなので真ん中に。ふわっと軽いスポンジみたいな食感がすごい美味しいので、あまりかけた後混ぜすぎないことと焼きすぎないことね。ミルフィーユのパイですね。ありがとうございます。が取れてからクリームとイチゴとサンド。
なんか春みたいですすごく。そうですね。なんかチョコレートもそもそも咲くであろう桜の花びらっぽくて可愛らしいですね。デザインじゃ変わったりするんですか？はい、時々その季節によってデザインが変わったりしますね。じゃあこれは今まさに春仕様。これ春仕様になってます。こんなところかな、私もで足の小指とかをさ、骨折したことだったんだけどさ。40年このお仕事されて、はい。どうですか？楽しいっていう感覚とかは。そうですね。好きじゃないと続かないとは思いますし、辛いなとかきついなってことはたくさん思ったことあるんですけど、思ったことは一度もないですね。逆に嬉しいことは？そうですね。お客様が食べたケーキを美味しいよって言ってくれた時は本当に一番嬉しいですね。いや、まだじゃないですか。こ
11時、初夏午後、イラスト15センチ大丈夫ですか？はい。弱ショコラをしっかりおすすめして、いっぱい売れるようにしたいなと思いましたので、お願いします。はい。爪チェックお願いします。はい、OK です。本日も一日よろしくお願いします。お願いします。日光のちょっと高級な卵を使ってまして黄身が一般の卵よりすごく濃くてオレンジっぽいというか黄身が濃いですね。それをスポンジにすると本当に卵の味がよく出て美味しいのでいい卵になってます。210はい。これをやると出来上がったスポンジの口溶けがすごい滑らかでよくなります。ありがとう。
こう水分って下の方に沈みがちなんで、しっかり下からこう上に持ってくるような。私たちは季節感を大事にお店を作っております。旬のスイーツをぜひ食べていただきたいので、いつでもアノーに遊びに来てください。お願いします。